チェンハリナは、フェアトレードの商品を扱っていると言われているんですが、どんなフェアトレードの商品を扱っているのでしょうか。キッチンハリーナはご飯屋さんですので、はい、フェアトレードの中でもお料理に使うオリーブオイルとかお砂糖とかお塩とか食後に出すコーヒーや紅茶などが中心です。もともとキッチンハリーナってお店を始めたのはフェアトレード、最初はバナナとお砂糖ですけれども、私が出会ったり現地に赴いたものを紹介したくって始めたお店でもあるので、コーヒーだけとかじゃなくて、私が普段から使っているものをお店に置いて皆さんにご紹介するという形です。それでは、商品に対して簡単な説明をお願いしてもよろしいですか。はい、これが第三世界ショップというところで扱っているチャイです。チャイパック。チャイは紅茶ですよね。で紅茶、それからコーヒー。コーヒーが、タンザニアのキリマンジャロルカニ村というところのコーヒーの豆。それからこれ2つは東チモールのコーヒー豆です。でパレスチナのオリーブオイル、ザータル、石鹸、そしてこれがフィリピンのネグロスというところから来ている民衆交易のバランゴンバナナとマスコバド糖というサトウキビを絞っただけの昔からの同じ製法で作られているお砂糖です。でパレスチナのこのオリーブオイルというのは化学肥料や農薬も使ってないそのままのオリーブオイルを薬剤を使わずに絞っただけの本当にピュアなオリーブオイルなので、これはとても人気です。で市販で売られている、いろんな種類のオリーブオイルがあるけれども、かなりグレードが高いというのを使っていたらよくわかるので、値段じゃなくてこの味が大切で買いに来られるお客さんがいらっしゃいます。店で人気がある食べ物は何でしょうか。まずはバナナは毎週買いに来られる方がいます。今夏であればこのバナナとお砂糖でアイスクリームを作っています。それはとても人気です。いただきます。どうぞ食べてください。このバナナは私たちが80円に買ったら、どのぐらいのお金がフィリピンの人に。昔これを始めた頃の1980年90年代は1本につき自立資金というのがはっきりついていて、だからもっと高かったね。頭で買うバナナって言われてたの私たちが。日本がフィリピンの貧しい人たちを、なんて助けてあげるっていうような一方的な関係じゃないわけですよ。そうじゃなくて助けたり出られたり、頑張ってねとかね、台風で大変やったねって頑張ってねとかね、フェアトレードの商品というあれではなくって、誰がどんな形で作っていて私たちのところに来ているかで、私たちがこれを買って使う消費することによってそれはどのような向こうとキャッチボールができるかっていうことが大事なのかなと思うんですけどね。フェアトレードを知らない人にはどういったら理解するのでしょうか。私たちが食べているもの、身につけているものが一体どこからやってきて、どういう人たちが作っている、ではどうして私たちのところにこの値段で届くのかということを常にフェアトレードというものがなんかもっと身近なものとして考えられるんじゃないかなと思っています。この店で、ストローを見たんですけど、ストローが紙になっていったり、さらにこれも紙になっていったり、
全部プラスチックをできれば買わないっていうことを印象をもらったんですけど、なぜプラスチックを使ってないんでしょうか？フェアトレードというのは商品の中身だけでなくって包装やいろんな部分で地球の環境に優しいということが一つの目的ですから、このコーヒー豆にはプラスチックフリーという表示のされた袋を使っています。でも普通の紙ではなくって多分ちょっとオイルなどを塗って濡れないような特別な加工をしたプラスチックの代わりになる包装を使っています。私は今京都市北区原谷井室町にある山にいます。この山には無断で捨てられたゴミが多いそうです。すぐこっちを見ても無断で捨てられたゴミがすぐ見つかることができます。山のすべてにわたってゴミがいろんなところに捨てられています。こちらを見るとゴミが捨てられていることがわかります。ゴミの種類はペットボトルやキャリアや手袋、缶詰などいろんな種類のゴミがあります。多くはプラスチックになっているペットボトルが多いです。ここに見えるプラスチックのゴミは時間が経つにつれてマイクロプラスチックに変わり、ここに見える水と混ぜられ、結局私たちが飲んでいる水と私たちの体の中にマイクロプラスチックが入り込むでしょう。どうしてフェアトレードの商品に興味を持つようになったんでしょうか？フェアトレードの商品に興味を持ったわけではなくって、はい、ずっと日本で暮らしていたらふっと例えばこのバナナやお砂糖の産地のフィリピンに行った時に、私たちの当たり前だと思ってた生活と全く違う現実があって、それは全く私たちの生活と関係ないわけじゃなくってつながっていて、私たちがいろんなものを享受してるところにもっと大変な思いをしている作り手があるという、そういう現実が世の中にたくさんあるものですから、それを自分なりにどうしたらいいもんかねとか、なんかできることはないんかねというような中でフェアトレードのものをやっぱり紹介していきたいと。私たちがこの商品を消費することでこのペットらが助けになることを感じたこととかあるんでしょうか？例えばコーヒー豆を私たちが買い続けることによってそこにいくらかの現金収入が入り、食べていくことだけじゃなくって現金収入があることによって子供を学校に行かせて教育を受けさせることができたり、病院で病気になった時に医療を受けることができたり、年に1回お洋服を買うことができたりというのはやっぱり現金収入があればということで、あとその地域がまとまってその地域の中で新しい事業とか投資をして事業をするという時のチャンスは蓄えることができるっていうようなあたり、だから継続して買い支える、使っていくってことはとても大事なことじゃないかなと思います。